バスティーユ牢獄の襲撃の真相。この出来事は、フランス革命の象徴的な瞬間とされ、国民に広く知られています。では、なぜバスティーユ牢獄の襲撃が起こったのでしょうか？その背景には、国民の不満が高まっていたことがあります。食料不足や経済危機により、市民たちの間には、既存の政治体制への不信感が募っていました。1789年7月14日、数千人のパリ市民が武器庫として知られるバスティーユ牢獄に殺到しました。彼らは圧政からの解放と表現の自由を求めていたのです。この襲撃は政府に対する大衆の抵抗の象徴となり、その後の革命へとつながっていきます。バスティーユ牢獄の襲撃はフランス革命の始まりを告げる重要な事件であり、自由と平等を求める民衆の声が歴史の大きなうねりを生んだ瞬間でした。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。ルイ16世の役割と決断。ルイ16世はフランス革命の中心にいた人物です。彼の決断が革命の過程と結果に大きな影響を与えました。ルイ16世は多くの困難に直面していました。財政危機や民衆の不満の高まりに対処しなければならず、その解決策を見つけることが求められていました。しかし、彼の決断はしばしば民衆の怒りを買う結果となり、革命を加速させました。例えば、ルイ16世は三部会の召集を長らくためらった後、経済危機の解決策を見つけるために、それを召集しました。しかし、この決定が市民階級の政治参加を促進し、後に国民議会の形成へとつながったのです。ルイ16世の役割と決断は、フランス革命の過程を形作る重要な要素であり、彼の選択が革命の歴史を大きく左右したことは間違いありません。貴族と市民の間の緊張関係。フランス革命前夜には、貴族と市民の間に深刻な緊張関係が存在していました。この社会的断絶が革命の一因となりました。貴族は伝統的に特権を享受していた一方で、市民階級や農民は高い税負担と社会的不平等に苦しんでいました。この不公平が社会全体に広がる不満と怒りを生み、革命への道を準備していました。市民階級は貴族と同等の政治的発言権を求めており、これが1789年の三部会の召集において顕著に現れました。市民と貴族の間の権力闘争は国民議会の誕生と革命の加速を促しました。緊張関係はフランス革命を引き起こす重要な社会的要因であり、この断絶が革命の勃発と進行に深く関わっていたことが明らかです。財政危機と三部会の召集。私たちが注目すべきは、フランス革命を引き起こす重大な要因となった財政危機と、それに伴う三部会の召集です。この出来事は、革命の引き金となりました。フランス王国は、18世紀後半に深刻な財政危機に直面していました。アメリカ独立戦争への支出や豪華絢爛な王宮生活により、国庫は空っぽになりつつありました。ルイ16世は、この危機を解決するために、三部会を召集する決断をしました。三部会の召集は、1789年に行われました。この会議には、貴族、聖職者、そして特に重要な第三身分市民階級が参加しました。三部会はフランスの政治体制に大きな変革をもたらすことになり、民衆の声が初めて政治的に重要視されるきっかけとなりました。財政危機と三部会の召集はフランス革命の発端となった重要な事件であり、その後の政治的変革に大きな影響を及ぼしました。絶対王政への反発と立憲制への移行。絶対王政への反発が高まる中、フランスでは立憲制への移行が始まりました。これはフランス革命の中核的な動きとなった。ルイ16世の絶対王政に対する反発は国民の間で次第に強まりました。特に税制の不公平や政治的参加の欠如が市民階級の不満を煽りました。これにより、より公正な政治体制、つまり立憲制への移行が求められるようになったのです。1789年、国民議会が結成され、フランスでは初の立憲制が実現しました。これは、絶対王政の終焉と民主的な政治体制への転換点を象徴しています。ルイ16世はこの変化を受け入れざるを得なくなり、その結果、権力の相対的な低下を余儀なくされました。絶対王政への反発と立憲制への移行は、
フランス革命の中で重要な転換期を表し、フランス及びヨーロッパの歴史において重大な意味を持ちます。国王権力の変遷と民衆の抵抗。フランス革命を通じて、国王権力の変遷と民衆の抵抗が顕著に現れました。この動きは、革命の核心部をなすものでした。ルイ16世の権力は、革命が進むにつれて徐々にそがれていきました。民衆の抵抗と要求が高まる中で、国王としての彼の地位と影響力は明らかに低下していったのです。民衆は、より公平で民主的な社会を求めて立ち上がりました。革命の進行とともに、ルイ16世は1791年に憲法に制約し、立憲君主となりましたが、その後の1792年には君主制が廃止され、共和国が誕生しました。これらの出来事は、国王権力の終焉と民衆の力の台頭を象徴しています。国王権力の変遷と民衆の抵抗は、フランス革命の中心的なテーマであり、その後のフランスだけでなく世界の歴史にも深い影響を与えました。啓蒙思想の影響と民衆の覚醒。啓蒙思想は、フランス革命への道を開く大きな役割を果たしました。民衆の精神的な覚醒を促し、既存の社会秩序に対する疑問を投げかけたのです。18世紀のフランスは、ボルテールやルソーなどの哲学者たちによって啓蒙された時代でした。彼らは理性と科学を重んじ、自由や平等、友愛といった価値を提唱しました。これらの思想は、特権階級に対する批判と変革への渇望を生み出しました。ルソーの社会契約論は、個人の自由と集団の利益のバランスについて論じ、フランス国民に大きな影響を与えました。これらの思想は、特権階級に対する不満と結びつき、革命的な行動へとつながったのです。啓蒙思想の影響は、民衆の覚醒を促し、フランス革命の精神的基盤を形成しました。これにより、社会の変革への道が切り開かれたのです。飢饉と経済危機の深刻化。飢饉と経済危機の深刻化は、フランス革命の勃発に大きく寄与しました。民衆の生活は極限まで追い込まれ、革命の火種となったのです。フランスは1780年代に入ると、連続した不作と食料不足に見舞われました。これに加えて、国家の財政は破綻寸前であり、重税に苦しむ民衆の不満は頂点に達していました。特に1788年の冬は厳しく、食料価格は急騰しました。パンの価格が上昇し、多くの市民が飢えと貧困に直面しました。これらの困難は、政府に対する不信と怒りを煽り、革命的な機運を高めたのです。飢饉と経済危機は、民衆の緊急の行動を促すキャタリストとなり、革命への道を加速しました。第三身分の台頭と全国三部会。第三身分の台頭は、フランス革命における決定的な要素であり、全国三部会はその力の象徴でした。第三身分、すなわち市民階級と農民は、フランス社会の大多数を占めながらも、政治的には長らく無視されていました。しかし、彼らは経済的にも社会的にも力を持つようになり、自らの権利を求める声を大きくしました。1789年の全国三部会は、この新たな力の動きを象徴しています。第三身分は、初めて貴族や聖職者と同等の政治的発言権を得ることを要求しました。これは、社会階層間のバランスを変え、革命への道を開く重要な出来事でした。第三身分の台頭と全国三部会の開催は、フランス革命を引き起こす重要な社会的要因であり、後の政治的変革へとつながっていきました。フランス革命の主要な転換点。フランス革命の過程には、いくつかの決定的な転換点がありました。これらは革命の方向性を大きく変える出来事であり、フランスの歴史を形作った瞬間です。革命は多くの段階を経て進展し、各段階で重要な転換点が存在しました。これらの転換点は、政治的な権力の移行、社会的な変化、及び国民の意識の変革を促しました。バスティーユ牢獄の襲撃は、革命の火蓋を切った最初の大きな転換点でした。それに続き、1791年の憲法の制定、1792年の共和制の宣言、そして、最終的にルイ16世の処刑に至るまで、革命はその激しさを増していきました。これらの転換点は、
フランス革命のクライマックスを形成し、フランスだけでなく世界史においても重要な意味を持っています。ルイ16世の裁判と処刑。ルイ16世の裁判と処刑は、フランス革命のクライマックスであり、革命の過程とその性質を象徴する出来事でした。ルイ16世は、革命の進行とともに次第に追い詰められ、1792年に裁判にかけられました。この裁判は、フランス革命の正義と法の支配を示すものであり、王権の終焉を世界に宣言しました。裁判の後、1793年1月に、ルイ16世はギロチンで処刑されました。これは、ヨーロッパの君主制にとって、衝撃的な出来事であり、フランス国内外に大きな影響を与えました。ルイ16世の裁判と処刑は、フランス革命の象徴的な出来事であり、旧体制の終わりと、新しい時代の始まりを告げる重要な瞬間でした。革命後のフランスとヨーロッパの政治変動。フランス革命は、フランスだけでなく、ヨーロッパ全体の政治構造に大きな変動をもたらしました。革命の影響は広範囲に及び、新しい政治的パラダイムを形成しました。革命によって確立された共和制と民主的価値は、ヨーロッパ中の国々に影響を与えました。特に、ナポレオンの台頭はこの変化を加速させ、ヨーロッパの政治地図を再編しました。ナポレオンの征服戦争は、ヨーロッパの多くの地域にフランス革命の理念を広めました。これにより、君主制に基づく旧秩序に対する挑戦が増加し、多くの国で社会的及び政治的改革が促進されました。フランス革命後の政治変動は、現代ヨーロッパの形成に決定的な役割を果たしました。革命は、政治的自由と民主主義の理念をヨーロッパ全土に広め、新しい時代の幕開けを告げたのです。人権宣言と民主主義の法が、フランス革命の最も重要な遺産の一つは、人権宣言と民主主義の法がです。この宣言は、現代社会の基礎となる価値観を確立しました。1789年の人権宣言は、自由、平等、友愛といった原則を明確に打ち出しました。これらは民主主義の基本的な概念であり、フランス革命を通じて初めて広く認識され、受け入れられたものです。人権宣言は、法の前の平等、言論の自由、抑圧からの保護など、多くの基本的権利を定義しました。これは後のリベラルな民主政体のモデルとなり、世界各国の憲法や法律に大きな影響を与えました。人権宣言と民主主義の法画は、フランス革命が後世に残した最も貴重な遺産であり、現代の政治と社会の礎石を形成しています。革命の教訓と歴史的価値。フランス革命は、その教訓と歴史的価値を通じて、今日まで強い影響を与え続けています。革命は、政治的変化の可能性と、その過程の複雑さを教えてくれます。革命の歴史は、権力、民衆の力、社会的変化のダイナミクスを浮き彫りにしています。それはまた、政治的アイデアがどのように社会を形成し、変革するかの実例でもあります。フランス革命は、多くの場合、過激な形で進行し、テロ、内戦、そして最終的にはナポレオンによる独裁につながりました。これらの出来事は理想と現実の間の緊張、政治的野心と公共の福祉のバランスの必要性を示しています。革命の教訓とその歴史的価値は政治的思考と行動における注意深い検討とバランスの重要性を私たちに教えています。フランス革命を通じて見る現代の民主主義。フランス革命を通じて見る現代の民主主義は、私たちが過去の出来事から現在の政治状況を理解するのに役立ちます。革命は、現代の民主主義が直面する挑戦と機会に関する洞察を提供します。革命期のフランスは、政治的参加、権力の分散、社会的正義といった民主主義の革新的価値を模索しました。これらの試みは、現代においても引き続き関連性があります。例えば、フランス革命が示したのは、民衆の意思と参加が政治システムにおいていかに重要かということです。しかし、同時に、過激化の危険性や権力の乱用への警戒も示しています。フランス革命を通じて現代の民主主義を見ることは、私たちに過去の教訓を生かし、より良い未来の政治を構築するための洞察を与えます。